こんにちは。フィルムマのマです。今回初めて声出しで動画を撮っています。以前に僕が給食を決めるという動画を出したんですけれど、そのことについて経過観測も兼ねて動画にしたいと思ったため声出しをしています。今回は、なぜ僕がこのような精神疾患にかかり休職することになったのかとか、あとは僕の過去についても少し触れていきたいなと思っています。この動画の目的としては3つあります。1つは僕の自身の経過観測のためです。例えばまた再度落ち込むことってあると思うんですね、きっと。でその時にじゃあどう対処して、どう未然に防ぐことができるのか、予防も兼ねて判断材料にしたいということです。で2つ目に、僕と同じように苦しんでいる人にメッセージとして送りたいと。今から話していくのはあくまで僕の場合なのでこういった方全員に当てはまるわけではないと思います。ただ、僕の場合はこういうことが起きて、それに対してどう対処していったらいいか話していきたいなと思います。で3つ目に、この病気の認知性を広げたいということです。今から話す話は、うつ病とか躁うつとかなんですが、これはまとめて気分障害というものなんですね。その病気について、世の中にもう少し知ってほしいということです。簡単な自己紹介をします。僕は30代男性で独身です。職業は建設業。現在の会社には2017年から、入って今年で4年目になります。次に、この精神疾患にかかった経緯なんですけれど、私がこの精神疾患にかかったのは実は今回が初めてではないんですね。初めてかかったのは当時僕が中学1年生の頃だったと思います。そこから大学の約14年間、ちょっと計算してみたんですが、大体14年間ほど、この病気と向き合って、闘病生活っていうとちょっと大げさかもしれませんが、向き合って生活してきました。ただ中学1年生から大学まで14年っていうとちょっと計算が合わないと思うんですね。それは後ほど説明していきます。で直近で落ち込んだのは、大学院生の時代なんですけれど、そこから社会人まで症状は抑えられていたということですね。でこの病気のきっかけなんですけれど、僕は父親に似た癖毛なんですね。で髪を伸ばすと、そのまま膨れ上がるような感じになってしまって、丸いシルエットというか、膨らんだらそのままバルーンシルエットというかになってしまって、そのことをいじられていたのがきっかけだったように思います。少し陰口も叩かれていましたね。ただその程度は無視して過ごしていたんですけど、大きなきっかけが一つありまして、それはある日僕がおたふく風邪ってかかったんですね。ほっぺたの下から首の付け根にかけてすごい膨らんだ感じになるやつですね。高熱を発症する病気です。僕もその時40度以上確か出たのを覚えています。ただそのおたふく風邪にかかって、学校3日か4日ほど休んだんですね。で週明けに復帰した僕は普通に友達に話しかけるわけなんですけれど、その時にですね仲良くしていった友達全員からソース感を食らうことになるんですね。未だに原因はわからないんですが、ただその陰口と孤立によって僕は精神を蝕むことになります。で衰弱した私は、些細なことに敏感に反応するようになってしまって、誰かがひそひそ話をしてるだけで自分のことを言われているように感じましたね。もう廊下を歩いてても誰かが話してるのを見てるだけでもう自分のことを言われてるんじゃないかと思いましたし、授業中が一番楽でしたね。休み時間とか昼休みが本当に嫌で、
みんな自由に話すじゃないですか。もうそれでもう僕のことを言われてるんじゃないかってもう思っていたんで、本当に休み時間が嫌いでした。とは言ってもちゃんと僕に話してくれる友達もわずかながらいました。ただ当時の僕は今この話してる友人が明日には口を聞かなくなるんじゃないかっていうそういう恐怖から本当の意味で仲良くするってことはできなかったですね。次に気分障害についてなんですけれど、僕のこの病気は躁うつ病という病気です。でこれは気分症の一種なんですね。で気分症っていうものには大きく2つ分けられていて、今話した僕のこの躁うつ病と、もう一つがよく世間でも知られているんじゃないかなと思うんですけど、うつ病ですね。この2種類が大きくあって、まずうつ病という病気なんですが、これは別名で性障害と言います。これは気分が落ち込んで憂鬱が長期的に継続されることですね。やる気が出なかったり、眠れなかったり、疲れやすかったり、体が重かったり、身体的な症状が出ますね。で僕の場合はこれに加えて動悸と吐き気がすごかったですね。で2つ目に躁うつ病、別名双極性障害とも言います。まさに僕がかかっている病気ですね。でこれは何かと言いますと、先ほど話したうつという状態と、気分が高揚してすごいやる気が出たりする躁状態というんですが、そのうつと躁が繰り返されるっていう症状ですね。でこの中でもその振り幅が大きいものは双極1型といって、小さいものは双極2型と言われているそうです。どちらにしても共通していることがありまして、それら周期的に発症してしまうということなんですね。先ほど僕がこの病気と向き合って14年間、約14年間と言いましたが、それと学歴の長さと合わないという理由はここにあります。周期的に発症しますので、1年や2年休んで完治っていうことはないですね。結果として僕は高校と大学と大学院と留年することになりました。おそらくこの病気にはかかりやすいっていう人がいて、それは責任感が強くて完璧主義で真面目な人です。決して僕がこれに全て該当しているわけではないんですが、僕が知っている、この病気にかかった方などはやっぱどれかに該当してますね。でそして僕自身じゃあそれを説明せと言われても論理的に説明できないんですが、ただなんとなくかかりやすいっていう理由はなんとなくわかります。で、今回、休職する理由なんですけれど、実はこれを説明するのは非常に難しいんですね。っていうのもさまざまな要因が起因となってるんですね。例えばですけど、ある上司からパワハラを受け続けた結果、気分が落ち込んだとか、とてつもない残業、労働時間を強いられて体がダウンしたとか、そういうように簡単に説明できないんですよね。本当にいろんな要因が原因となって、こういう病気になったということですね。ストレスっていうものも一つ大きな要因です。でこの病気の特徴である、周期的に発症してしまうっていうものももちろん要因ですし、その中で、この気分障害の特徴として分かってきたことがいくつかあるので、話していきます。一つは周期的に発症するっていう症状はその環境や療法によってその周期を長くしてで振り幅も小さくしていくことができるっていうことですね。でこれはご両親の理解だったり友人の理解、学校の先生の理解、会社の理解、自分が生活する上で周りを取り巻く方々の、理解が必要になってきます。またおそらくカウンセリングを受けていくことになると思うんですけれど、
先生との相性もあるんですね。であと落ち込んでる人自身の、生活リズムだったり、そういう、環境ですよね。それ要は良好な環境を、作っていくことができれば緩和していくっていうことは可能だと思います。2つ目なんですけれど、これは今回僕が発症して、仮説として思っていることなんですけれど、おそらくこの気分障害、うつ病っていうものは完治することがありません。